どっかで思い出にできない自分がいるっていうか、まだ続いてる気がして、多分それはメンバーね全員が死ぬまで続くんじゃないですか。なんかこのね秀という物語、あとはX という物語は、まだ進行形なんじゃないかなっていう。来年はねあれなんですよ。今このやってるこれロケットダイブというちょっとだけ見せてこういう曲なんですけどね、この曲が来年出てちょうどねだから今日来年何しようかなっつってみんなでこうさっき会議してたばっかなのね、あんま教えられないんですけどね、来年大変秒単位で1月から12月まで決まってるということでね、だから来年このシングルが出てでよく雑誌とかでも言ってたけどもう一個バンドを組んだんですよロスで。なんかそれのバンドのリリースとかもあるしライブもあるし、それでこの曲を含んだだから僕の3枚目のソロアルバムっていうのも来年の春ぐらいには出て、その後だから夏前だね、夏前ぐらいから年末までぶっ続けであれやるよ、ツアーもやるよ。だからちょっとバイトでもしてお金稼いでください。2014年12月10日、16年の時を経てリリースされたコギャル。ヒデは今も色あせず走り続けている。その色あせない魅力はどこから生まれてくるのだろうか。僕の人生を変えた人かな。彼と出会ったことでね、いろんなことが変わったと思うんですね。出会うことが運命だったのかもしれないし、彼は僕にとって何だったんだろう。ヒデ生誕50周年。ヒデの仲間たちが集まりバースデーイベントが開催された。同時刻、羽田と大阪へも中継。最初のメロディーどこでなくしたのだろう。ゼタラメと呼ばれた君の夢の続きはまだ胸の中で先陣を切っていく役割をする人なのかなって俺はあの時思った。僕らの音楽を見つけてくれたのが秀兄だったんですよね。私の人生をね変えちゃいましたから。やり方は一つじゃないなっていうのをなんかすごく教わった気がします。正義感がすごい強い。役割を持ってできる環境をあの人がちゃんと作ってくれる人だと思うんですよ。もう肉食獣みたいな人でしたからね、ステージ。ヒデちゃんだからしょうがねえかみたいな。また一匹怪獣が来るのかと思って。変わり続けることによって変わらない。なんか
すごい企んでたんですね、とにかく。いつまでたっても謎は解けないっていうか解かせないぞみたいな、自分でも意識してたんじゃないかな。なんでまたお前の曲弾かなきゃいけねえんだよって怒りながら弾いてますけど。消えてゆく最初のメモリー、どこへ行きたいのだろう。デタラメント呼ばれた君の自由 Now 翼をまだ閉じたままに眠ってる Everfree この夜を突き抜けて目覚めれば飛べるのが Free Everfree だから Free Everfree 当時描いてた発想っていうか、そういうのを塗り替えたりとか先行くとか、そういう人がいまだにいないわけだから横須賀でドブ行ったって米軍の兵隊さん相手のストリートがあって、そこに割と入り浸ってますね。そこでお酒も女もタバコもそこで全部覚えましたね。でそこのロブ板に行くとどこの店からも自分の部屋で聴いてるロックが爆音でかかってくるんですよ。もうただただそこの世界を覗きたくて、なんかこういう感じで自分なりに怖かったんですけど、そこ行くようになって、でそのうちに知り合いができて、でそこの知り合いのやつらとバンドを組むようになって、で入り浸っていくようになって、ヒデが最初に結成したバンドサーベルタイガー。そこでギターを担当しミュージシャンとしての扉を叩いた。ヒデは1964年12月13日横須賀で生を受けた。本名松本秀人。ヒデの弟でパーソナルマネージャーを務めていた松本博史。現在ヒデが立ち上げた会社ヘッドワックスオーガナイゼーションを受け継ぎ代表を務めている。三つ上の兄は俺のものは俺のもの、お前のものも俺のもの、同じものを買うとお前のものは壊すやつ、俺のものは取っとくやつ、飾るやつ。プラモデル自分のは塗料できれいに一つずつ塗るんですね。僕らは何もしないでさーっと作ってブンって投げてバシャンって終わりですね。もう大っ嫌いでしょ。クソ野郎です絵描いたりするのも小学校レベルじゃないような絵を描いたり、文章作文とか物語を書いたりしてるのびっくりするぐらい。時僕の宿題かなんかを書いてくれた時があって、そしたら僕はもう先生に呼び出されて「松本お前何の本を写してきたんだ」子供時代ロックに目覚める前後はですね、いわゆる肥満児ですね。体脂肪率何%だか知りませんけども、いわゆる学校とかで小学校とかでお前太りすぎだから走れっつって飯食った後に校庭に呼び出されて、周り見たら全員デブだったっていう、マラソンをさせられるっていう、あれが本当に屈辱だったってずっと言ってましたね。そんな松本少年がギターに目覚めた。当時ですね、自分の兄貴がフォークギターを買いまして、それでドレミファソラシドを自分がこう覚えたんですね。それをこうヒデちゃんに教えたんですよ。こうやって弾くんだよ、ドレミファソラシドだよ。それからスタートですよね。自分でもそのギターを弾いてみたいなんていうこの無謀なことをだんだん思い始めまして、テニスのラケットをギターに持ち替えてよくやってるイメージがありましたよね。その当時私テニス部に所属しておりまして、デブのくせにラケットを持ってガチャガチャ弾いてる真似をしてて、お母さんが急に入ってきて恥ずかしい思いをしたことが数えきれずおばあさんにギターを買ってもらった多分記憶の中ではあるんですけど、そのおばあちゃんにやっぱりその中学3年の時に泣きつきまして、
じゃあギブソンレスポールが欲しいよとで中学時代はそのエレキギブソンレスポールを持ちながら歌謡ヒットメドレーを歌う男だったんですよね。アニメソングは何しろ片っ端からねやってた時期がありますね。特にヒデがお気に入りだったのはマジンガー Z、デビルマンですとかね、ロックサザエさんですとかね、ビシッと曲が決まるとね、ヒデちゃんっていうのはにまーってね、ギブソン弾くじゃないですか。でテレビの音と違うわけじゃないですか。こうやってる人となんだろうって言って歪まないんですよねそうエフェクター持ってないからペケッペケッペケって言うんですよだからきっと上手くなるとああいう音になるんだとずっと思ってたんですよね。でそーっと部屋開けたらギブソンの裏側開けてジュージュハンナコテルなんかやってるんですよ。壊れたのって聞いたらいや違うんだよ、音が変わらねえんだよ。へえ、壊してるにしか見えないけど大丈夫？あっち行ってる。ある日夜うるさいからってヘッドホンでやってたんですよ。でヘッドホンをほっぱらかしといて、そしたらなんか自分の部屋からグオーって音が聞こえるんですよ。あれレコードかけっぱなしなのかなって戻ってったらそのヘッドホンから漏れてる音が歪んでたんですよ。で僕はこれなんだと思って、みんなこうしてるんだ、ジミー・ペイジもリッチ・ブラックモアもねエスプレーリーもみんなこうしているんだと思って、でずっとヘッドホンでそれからもう大音量っていうか大音量は出ないんですけど、でそれから僕はアンプを買い替えないでヘッドホンを5つも6つも潰してギターを覚えたのはロックとの出会いがきっかけだった。ある日に中学生のある日に割とキッス友達のうちで聴かせられたんですけども、そのキッスのルックスがどうしてもなんか気味が悪くて聴けなかったんですけども、しばらくその撮ってもらったカセットテープを家にほっぱらかしといて、暇だからと思ってパッとなんかそのほっぱらかしてあったテープを聴いて、なんじゃこれやっていうことになりまして、初めてその形のない音楽っつうものになんかこう雷を打たれまして、そして僕はロックンロールをするために生まれてきたんだと勘違いしてしまいまして、そこから私のロックンロールの人生が始まってしまったわけなんですけど。後にヒデはこんな言葉を残している。過去の自分から離れなければ答えが見つけられない。その考えに変化が訪れるまでは時間を費やすこととなる。まだ何者でもなかった少年、想像もしていなかった未来を手繰り寄せるまでの時間。兵隊相手に乗ってない客が一人いるんですね、でっかい。それをだんだん睨み始めて、何するのかなと思ったら客の中かき合わせてってギターのネックでぶん殴っちゃって、そんなことすんのみたいな。バンドのレベルを底上げするためメンバーチェンジを繰り返す。脱退してもらわなければならないメンバーに対しての後ろめたさが葛藤と苦悩を生むこととなる。メンバーのことで悩んでるようなことはちらっと聞いたことはありますよね。プロになるんだろうなっていうぐらいストイックにやってたっていうか、メンバーチェンジ繰り返すたんびに悔しいんだなっていうのは知ってましたけど、部屋の中でチキショーチキショーっていう感じですよね。メンバーチェンジを繰り返す中、最高のメンバーが揃ったという瞬間が訪れた。それはボーカルの今日、ドラムの哲だった。曲はヒデさんが。ヒデちゃんなんだよね、作り方がね。そう、ヒデちゃんなんじゃないだよねなんかね、割と作り方がスタジオで断片だけ持ってきてこうみんなで膨らます感じで、ジャムって作るっていうか、こうだからこうっていうのが嫌いな人なんですよ。隙間にうるさいんですよね。だからここにこうやってくんないっつって、それ何の意味があるんだいって思うんだけど、まあそれを入れると振り向いてニコッとするわけですよ。なんか直感の人ですよね、なんかね。インディーズシーンに影響を与えたと言われる関東三大粗大ゴミバンド、その一つがサーベルタイガーだった。そしてヒデの人生に大きな影響を与えることとなる X もそこにいた。ライブハウスでヒデが生肉かなんかをちぎってまして、何この人とかって、あんまり力入れたくないなみたいな思ったのと、すごいかっこいいなと思って、そういう生肉とかじってるんですけど、なんかそのすごいセンスがあったっていう
もうその時から一緒にやるんだと思ってしまったんですよ、僕はね、いつか。関東三大粗大ゴミバンドの中に数えられたディメンシア。楽屋にいる時はメイクは派手だけどそんなに人間的には派手じゃないなっていうイメージがあったんですね。でも演奏が始まった瞬間にびっくりするぐらいヒデちゃんのオーラがすごくかったのは覚えてて、うわこいつやばいなとかって思って。この時期ヒデはこんなことを語ったという。自分が嫌いなんで今のヒデを自分の中でこう作り出して、そしてこういかに自分がイメージしたようにかっこよくヒデが振る舞えるかっていうことを気にしてんだよねみたいなことを言われて、松本秀人はヒデが誰よりもかっこよくなるように必死でプロデュースするんだみたいなことを言ったんだよね。もう彼はその時代からそういうのを身につけていたんだなっていうのが。松本秀人がヒデをプロデュースする、その思考は後の表現にも反映されていく。当時からブレていないヒデが存在した証。ヒデはよく二面性を持つアーティストだと言われた。松本秀人がヒデをプロデュースするということ、その思考はヒデの二面性につながるものではないだろうか。究極の二面性って言ったらやっぱりヒデと松本秀人じゃないですかね、どうしてもだからそこは一つに交わらなかったんじゃないですか。一つにならなかったんじゃないですか。光っていながらやっぱ影のところがやっぱ常にあるっていうのかな、自分はこう表現者なんだけどもこう表現できないこうもどかしさみたいなのがあったりとか葛藤みたいなのもやっぱあったと思うんですよね。完璧主義者ではあったけれどもやっぱり不完全というかね、やっぱそういうだからこそその完璧を目指したいとか高みを目指したいっていうことをやっていたんだと思うし、でやっぱ繊細な人なんですよすごく。だからやっぱりちょっとある程度距離感を持って付き合わなきゃいけない人だったので、たとえそれで近寄り寄ったとしても彼のやっぱりワールドが広すぎて分かんないです。だから本当人として見たら本当にもうはっちゃめちゃなロックスターではなかったですよね。やっぱりすごい細かいことまで気を使ったりとか、とはいえなんかねお酒を飲んで暴れる一面もあったりとかもあるんですけれども、ぶっ飛んでるくせにすごい真面目両方いるんですよね彼は。きっと彼の中になんか、両方が存在してるんですよね。そういうせっかく楽しんでるところとやっぱりこれが計算なのかなって思うところが多々ありますけれども、本当に二面性っていうのは本当あの人のためにあるような言葉ですよ。だから松本少年はそのまま松本少年でいてヒデという新しい人間が生まれたのかもしれないですよね。ロックスターとしてのヒデっていうものが松本秀人の中にね。音楽に関してのことはすごくいろいろ分かち合ってやってきたんだけど、人としてはそこまで僕自身も彼のこと分かってあげてられなかったのかなっていう気がすごいするんですよね。考えれば考えるほど、なんかそんな感じたりとか、それは時に周りを魅了する反面、自身の葛藤を生み続ける要因になっていたのかもしれない。サーベルタイガー、ヒデの始まり、理想のメンバーとの出会い、サーベルタイガーの躍進。だがその矢先、これでやっていくんだっていう姿勢構えの中で僕の中では理不尽なことがあったのと納得いかないことがあったからやめるわけ。ガチですからね。そのバンドをやっていくっていうことはなんか中途半端な感じではできなかったんで、このメンバーで行くと決めていたヒデ、一人抜けるくらいならある決断をする。辞めるって言ったらヒデは「じゃあ俺はもうバンド辞めて美容師になる」って言って、そんなこと言わないでくれよって言いながら、でも僕も揺るがなかったし。サーベル解散した時にすぐにヒデちゃんに電話して一緒にやらないって言って断られた。
あんなに長い時間ギター抱えて楽しそうにしてた人がそんなんで本当に諦められるのかな、散々泣いてるのはなんとなく知ってたんで。解散した時に電話があって、バンドを解散した、もう音楽やめるって言い出して、あ、そうなんだって言って、でも誘わないのみたいな雰囲気だったんですけど、まあなんかそれでほどなんか決意が固いんじゃないかといろいろ考えてて、でそのうちのバンドがなんかリハーサルやってたんですね。ちょっと見に行ってもいい？来ればって言って、でリハーサルをずっとなんか感慨深そうにヒデが見ていて、その後飲み行ったんですね、みんなで。その時急にぽつりと「俺 X 入るよ」って言うから「今なんて言った?」とかって言って相当大盛り上がりしたのを覚えてますね。X のローディーを務めていたレディースルームのセックスジョージ。本当に勘弁してくれと思いましたね。もう YOSHIKI さん一人で地獄だったんで、また一匹怪獣が来るのかと思ってすごい輝いていたので、なんかこれで化学反応が起きないわけがないと思ってたんですね。はい、でもやっぱりヒデが入った瞬間にもう確信を持ってたというか、一緒に音を出す前にもう確信を持ってたっていうか、決定的に何かが始まるんだろうなと思いましたね。X 入ったからっていう電話をもらって、よかったよかったっていうのを覚えてますね。でもそれは多分そんなこと言わないでよって言った哲の気持ちをヒデちゃんは分かってたから、きっと伝えたいっていうのもあったんだと思うし、でね、その時に言ったのが、サーベルタイガーっていうバンドはなくなるんだけど、みんなが種になるんだと。哲のそのスピリット、思いで音楽を奏でるものは哲が新しくやるバンド、京ちゃんがやりたいと思ってるそのロックンロールの華やかな要素は京ちゃんが持っていく。で、俺はサーベルでやろうとしていたエンターテインメントというものを X に持っていくから X を変える。それぞれ種になる。だったら4倍もっと強くなるんだっていうふうに言ったのがね、俺はすげえ印象に残ってるんですよね。ヒデ加入により今まで以上の躍進を見せていく X。 その躍進はインディーズシーンを塗り替えていく。 X が躍進する中、関西に現れたのがカラーだった。その2つのバンドは東の X、 西のカラーと呼ばれた。ライブで事故があって、日本の風習的には活動、そういう場合は自粛した方がいいんじゃないっていろいろ言うんですけど、いいように、都合のいいようにしか考えないから、ファンの子も続けてほしいと思ってるはずだみたいなことをね、言っていいこと聞かなかったんですよ。どうなんだろうって聞こうと思ったのがヒデちゃんだったんで、その時にズバッと日本ってそういう風習なんだから、それに合わせることも必要だと思うよってね、転換期かなってバンドも思ってて、で CD 何枚かくれて、こんなんやったら似合うよとかね、普通そんなに人のバンドですからね、そんなこと考えないじゃないですか。でもね、なんかそんな言ってくれて、でもすごい芯を食ってましたね、意見がね。よく考えてくれたんだなと思いますね。インディーズシーンから飛び出した X はメジャーデビューとともに日本ロックシーンを変えていくビッグバンドへと躍進。1992年 X は世界進出を狙い X ジャパンと改名。創作活動の場をロサンゼルスに移す。内面から溢れ出たイメージ、表現者としてのヒデが新たなページを開いた写真集、等身大の俺は必要ない。全てにおいてアンチテーゼが感じられる写真集を作りたい。イメージとかそういう演じてる何かに入り込んじゃうんですね。いやいや入ってますよね。もう走っちゃうわけですね。あるスイッチがピッと入ると、そこからもう、別モードにまた入っちゃって、拘束意を着せられた人が何かを言いたげに見つめたみたいな、なんだろう、助けてなのかすがるなのか、何かそういう目をすごいしたんですよ。そういう顔がちょっと忘れられないというか、モデルというか被写体というかという存在としても、もう超一流というか、もう時代感じさせないぐらいのパワー持ってたし、
だからそのファッションでは切り取れないものですよね。だから時代もこう飛び越えられるっていうかね。無言劇の各章に記されたヒデの散文、そこにソロワークへの布石が隠されているとも言えるのではないだろうか。3000人のファンが集まった。x ジャパンで活動する傍ら、ヒデはソロとしての活動もスタートさせた。ソロデビュー発表。本来なら歩行者天国でオブラートを歌う予定が雨天中止。中止のコメント。これはやりたかった。これはやりたかった。本当にやりたかった。本当にやりたかった。上は大水。上は大水。下は大火事。下は大火事。それなんだ。伸ばしといて、ダウトのイントロのベードラがフェードインして、フェードインじゃなくて入ってくるから。お願いします。じゃあ、好きなの後半から。はい。緊張して声がひっくり返りそうで怖い怖いとかってずっと言ってましたけど、ヒデちゃんも最初のファーストソロツアーってことでやっぱすごい神経質だったところがあったと思うんですよ。パーフェクトに見せるためにすごいナーバスになるときはナーバスだった。I Love You のポップス性は今までのヒデからは想像できなかったという声も多く聞かれた。まあヒデがやるんだったらこういうものだろうっていうやっぱ世間のイメージがあるじゃないですか。でそれを多分崩したかったんじゃないかなと思って。自分にはポップな面もある。シングル A 面ではそういうポップな面をわざと出したかった。俺のことを知らない人も騙されればいい。一番の苦労は自分の声に慣れることだった。歌の練習はもう本当僕はずっと付き合って何回も何回も撮ってもう1000回ぐらい歌ってると思うんですよね。テイクをすごい取って分からなくなったりして困惑してたみたいですね。自分一回だけ言ったことある。そんないっぱい撮ったらいいってもんじゃないんだからで唯一偉そうに言ったことかなそれが今でこそソロで歌やってるじゃないですか、だけどねロック始めた時にロック好きただのリスナーの時はね僕ボーカリストになるパーソナリティの人間っていうのが非常に嫌い、そういう出しゃばりな人間でそんなね目立ちたがりの嫌な人間にねまともなやつはいないぐらいに思ってて、ボーカリストっていうものに絶対自分はもう本当に関係ない遠いくの方にいて、僕はその横に立ってて寡黙に弾いてるギタリストの姿に一番魅力を感じて、それでギタリストになりたかったでクレジット見てもらったら分かるんですけど、ファーストアルバムはヒデボーカルじゃなくてボイスになってるんですよね。まだ俺はボーカリストじゃないみたいな、なんかそういうのもあったのかもしれないし、なんかまだ1枚目だから模索してる時代だったのかなと思って。
ヒデが出会ってきた仲間たち、欠かせない存在。最初のソロのツアーって俺誘うつもり全然なかったんだけど、相方のランが俺がやるならいいみたいな話になっちゃって、じゃあやってくんないで、別にやってもいいですけどっていう話になったね。その初めて会った日の二次会っていうのがあるんですね。で店移動して、その途中でヒデが何に気に障ったかどうかわからないですけど、自動販売機を壊し出したんですよ。ガンガン蹴り出して、で俺がそれ止めて、なんでって釣りが出てこなかったとかそういうことって言ったら、いや違いますとか言うから、じゃあなんで壊すのって聞いたら、いやとか言ってるから、じゃあそれバカじゃないの、行こう行こうよってバーッと連れてって、で二次会が始まって、で僕はヒデと喋ってなくて別の席で喋ってたんですけど、で突然ヒデがむくって立ち上がって「俺は青ですかね?」ってぶん殴られたんですよね。で電話かかってきて「本当にさっきは申し訳ございませんだ」どうのこうのって「あれからずっと寝れなくてどうのこうの」って謝られて、まあ飲んだ、ね、席のことだからまた飲もうよって「ありがとうございます」って電話を切って、それからだいぶ時間が経って、ソロアルバムが出るっていう話を聞いて、でそこで、ツアーもその後あるんだけどやってくれないかっていうオファーが来たんです。こっちはもう全然無名のキーボーディストだったんで、X の人に会うんだみたいな気持ちで行ったんですけど、ヒデちゃんがこうサングラスをしてこうやって、待ってるんですけど、そのなんかドキドキしたここを歩いていく時のドキドキした感じが今も忘れないですね。なんか岩窟王みたいなね、モンテクリスト博に会いに行くような、なんかそんな緊張感で初めて会ったっていう。時ヒデちゃんに会った印象がなんかこう歌舞伎役者さんのすっぴんみたいな感じ、なんか本当に肌が綺麗で、ヒデちゃんが、大沢周樹さんを好きでね、で、テレビでたまたま見てたら、僕が大沢さんのバックやってて、でそれを見て、このベースとやりたいって思ってくれたらしくて、ヒデちゃんと会って、よろしくねって言われて、でああって握手して、それだけですよ。普通だったら音出すじゃないですか。音も何も出さずによろしくねって言われて、よろしくねって。運命的な出会い。 X のマニピュレーターを務めていた稲。本来裏方だった稲をヒデはステージに上げた。ヒデとは音楽に対する思想など共通する点が多く、全ての楽曲制作はヒデと稲2人の共同作業だった。ヒデというミュージシャンを松本秀人と稲の2人でプロデュースしている感覚。その作業はヒデのソロ活動に拍車をかけることとなる。自分がいいと思った人を集めて最強のチームを作りたいと。でそのために稲ちゃんも一緒にやってくれないか。その代わり俺と一緒にやるんだったら稲ちゃんの才能を俺だけのために使ってくれって言われたんです。であともう一つだけ、一緒にやるんだったら対等の立場じゃないとできないから、俺に雇われてるっていうつもりでやるんだったらできないって言われて、だからコラボレーションができたっていうのかな。稲の才能を全て俺に注いでくれ。ヒデがソロ活動を進める上で欠かせない右腕、稲。ヒデとの出会いは稲の人生を大きく変えていく。
ライブだっていう準備の期間にちょうど x ジャパンのレコーディングがかぶってたんで、ヒデちゃんだけまだ向こうに残って、で僕が先に帰ってきて、初めての人たちと俺が帰るまで、ヒデちゃんがね、俺が帰るまでに稲ちゃんちょっとなんとかやっといてねって言って、僕だけ帰って練習をしてたりとかね、みんな呼んでね。何にもだって握手されただけじゃないですかね、音も出してないし。それでここに来て、あれ本当このスタジオじゃねえか、ここじゃねえか、ここだ、ここで稲田がここに座ってて、俺と大ちゃんがここにいたんだわ。そう、それで稲田がじゃあチロリン君そこの16小節目でチョッパーを入れてくださいとか言うんですよ。なんか先生みたいな感じで。で誰だろうこの人みたいな感じで。その後ヒデ帰ってきて、みんなの聞いたらなんだこれって、みんな何もやってねえじゃねえかっつって怒ってたんだけど、いろんなやつが全然曲覚えてきてなかったっていうのもまあ私手挙げますけど、で次何やるよって言っていきなりロビーでこうやってヘッドホンしながらコピーしてたりとかしてたんで、パタ何も練習してねえじゃねえかっていうねもう酔っ払って多分ストレスが爆発したんでしょうね。てめえなんで髪の毛上げんだこの野郎っつって始まったんですよ。取っ組み合いになって表出てガーかなんかなったんですよね。でやっぱヒデちゃんもやっぱ人付き合いがすごく不器用な、人だと思うんで、やっぱりそうやってぶつかっちゃうとあと楽ですね。なんか許せちゃうものがここの中にできんでしょうね。だからもうでもそれはあいつの手だったんだろうな今思えばな。初めてそのリハーサルで一緒になった時に「俺リハーサル好きなんだけどごめんね」って言ったんですよ。あいつ結構心配性なの。リハーサルもこんなにやんなくてもいいんじゃないですかって言ってましたけど、当時別に「ヒデのソロ聞いた?」って言われて「いやまだ聞いてない」っつったら「いやヒデだよ」やりやがった。x ジャパンのメンバーとしてのヒデとソロとしてのヒデ。やっぱり X すごい売れてたし、でそれでそのメンバーがソロをやるって言って、もうレコード会社さあやってください売れますみたいな、そういうスタンスにちょっと嫌気がさしていて、もうじゃあ俺が出すんだったら何やっても売れるのかみたいな、そんなのは音楽じゃないしやりたくないしっていうことで、そういう葛藤もあったと思うんですよね。ある時期商業的な話に踊らされ煽られ従っていた自分がいた。俺は何をやっているんだろう。自分に腹を立て、その怒りから生まれたのがダウトだった。あの時の気持ちを忘れないようにダウトを一生歌い続ける。そう誓ったヒデがいた。
ライブをやってる最中になんか気がつきましたよね。自分が子供だった頃ね、自分に、なんか歌いかけてて語りかけてるっていうのがなんか、ライブの演奏中にすごい入ってきて、あ、この人はこういうことがやりたかったんだな。俺の場合、社会がどうとかそういうことは全く歌ってない。自分の全くプライベートなことを歌っているだけなんだ。このアルバムのテーマは初期衝動。第一のリスナーは少年の頃の自分なんだよ。だからすごくプライベートなアルバムなんだ。少年時代の自分から離れなければ答えが見つけられないと思っていたヒデ。だが29歳の時、少年だった頃の自分に宛てた手紙にはこう記されている。スタッフの一人がこんなことを話してくれた。ライブが終わるとよくホテルの屋上に呼び出された。行くと何か特別な会話があるわけでもなく、遠くを見つめ深呼吸するような背中が印象的だったと。どうもありがとう。スタッフの皆さんもお疲れ様でした。そしてロックの神々にも感謝します。さようなら。
飲む時はすごい飲むらしいですよ。もういいですよ。多分最初会った頃はまあビールぐらいしか飲めなかったです。いや、最高飲んだ時はまるで覚えてない。日本酒2升とか飲んでました。いよいよ走ってるタクシーに100円ライターぶん投げてバーンってで止まるじゃないですか、キュッて。でダメ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 。札幌だと思うけど、またなんかその大暴れモードになって、でホテルの廊下とかドアとかガン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 叩いて、それ俺の部屋ですよ。じゃあその看板振り回しながら俺避けていきましたからね。俺出なかったんです。もうすごい酔っ払ってるし、ここで見たらもうわー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 外でやってる。そしたらそのうち消火器持ってきて俺のホテルの部屋のドアをガンガンってやりだして、でも結構怖くなってドアがもうガチャンガチャンっつってもうここが壊れそうになって、で俺こっちからね内側から押さえて、でしばらくそれを経たうちに自分のとこに帰っていって、その後はなんか聞いた話ですけど、なんか窓からいろんなもの投げて捨ててたっていう。そういう時はねパターに後で言われて、そういう時は一回開けちゃえばね、一回部屋一周してそのまま帰っていくからって言われて。暴れるんだったら帰るからって言うと暴れなかったですよ。だから俺の前ではそんなに暴れない。いや僕は暴れてる印象多いですよ。でも次の日そういうこと必ずあると昨日ごめんねって絶対謝ってください。なんか知らないけどもうそれはもう一貫して何があった時でも今思うとあの人酔っ払っててもちゃんと結構してたんで、暴れてたのも計算かとか思うぐらいやっぱりそれぐらい気使えるんですよ。酔っ払って暴れたとも帰る時に。ヒデは影の努力を語らず弱音も口にしない人間だった。弱いとこじゃない、なんかあんま本音、どうなんでしょうね、言わないのかな。ここまでは来ないでっていうのは暗黙で出してたのかもしれませんね。素顔を見せられる相手、右も左もわからないままヒデのパーソナルマネージャーを務めることとなった弟の松本博史。最初の頃なかなか寝てもくれなかったですね。安心した感じがなく、何か僕に言わなきゃ何か言わなきゃっていう、思いっきりこの後頭部安全靴みたいな硬いので吹っ飛ばされましたね。5、6回運転してんのにそれは内容は挨拶の声が小さい、よろしくお願いしますわとか、この世界見た目俺らこんなんなんだからちゃんとしろ。なんかこうヒロシに対するそのヒデの扱いが結構なんかひどかったり、お前は弟だから甘やかされてるんだよって思われたくなかったっていうのが出てたっていうのは事実だと思うんです。音楽業界も何も分かんないヒロシを最初は付き人みたいなことしかできなかったですけどね、俺をなんか少しずつこっちの世界にこうゆっくり引き込んでるんだなみたいな。ヒデさんもそういう部分では弟さんにいろんなことをも言える本当に近い存在として、置かれたんじゃないかなっていう。ヒデでいなければならない中、松本秀人の拠り所は弟の松本博史だったのではないだろうか。自分の素顔を見せられる相手、弟の成長、
早く即戦力になってほしい。その先に見据えた未来のために。ヒデの活動は多岐にわたっていく。ヒデが立ち上げたレーベルレモネード。俺はプロデューサーじゃなくてコレクターだから、面白いと思ったものを持ってくる。何でもありなおもちゃ箱をひっくり返したようなレーベルにしたい。怖いと可愛いを合体させた怖いというのがコンセプトワード。レモネードレーベルのデザインを進めていく過程で洋服も作ろうという展開になり、さらにはショップやヘアサロンも立ち上げてしまう。今からちょっと新しい事務所の物件見に行くから一緒に来てって言われて、ここ店舗物件だからなんかできるよねっていうヒデさんが話してて、えみちゃんなんかやればって言われてで、まあレモネードだからジュースでも売ればいいんじゃないみたいな感じで軽く言われたんですけど、本当にやっていいですかって言ったら「いいよいいよ」って言われたんで、自分がサロン出したいんだけど、じゃあここでやんなよっていうことだった。オープン当時っていうのはなかなかやっぱり客足も伸びずにいたんですけど、もうちょっと能動的にやれよ一言言われたんです。はい。そしてレモネードが発信するクラブイベント開催。インターネットがまだ普及していない時代、4カ所同時開催の模様をネット中継するという時代を先取りしたクラブイベント。今では珍しくない発想かもしれないが、当時としては奇抜。ヒデの発案。ヒデが立ち上げたレーベルレモネード。その立ち上げはあるバンドとの出会いがきっかけだった。ヒデとの出会いによって人生を大きく左右されたバンドの一つ、ゼペットストア。メジャーデビューする以前、自主制作した CD を各方面に配っていた。その埋もれてしまっていた CD を偶然聴いたヒデ。今後音楽をやっていく上で自分に与えられた使命のような気がした。僕よく言うんですけど、なんかジグソーパズルの最後の1個のピースがはまる感じっていうはいはいはい音楽を聴いた時に、人の曲とか聴いた時にその感じを思った曲っていうのはもうなんか一生もんだったりするんですけど、機会という出会いです。メジャーデビューへの道。他のレコード会社がビジネス的な話をする中、ヒデだけは違った。お前たちの音楽が素晴らしいから未来があるんだ。ヒデさんとスタッフがゼペットに対して喧嘩しだしたんですよね。そのスタッフがはっきり言って売り方がわからない。ゼペットスターは売り方がわからないんだったら、お前はなぜ好きになろうと努力しないんだとことん好きになるまで聞けよと、ものすごい怒った口調で言ってて、途中怒りが爆発して壁に穴開けるぐらいパンチして、お前もう明日から来んなって言っちゃったシーンを俺らはもううわーって思って見てたっていう。なんかね、寂しそうな顔してましたよ。すごく怒ってるんですけど、なんかちょっとがっかりだなぐらいの顔してて、でそれがなんかね、すごく嬉しかったんですよね。ヒデはゼペットストアをデビューさせるにあたり、アメリカでのライブツアーを決行した。なんか自分がやりたいことの一つだったんでしょうね、きっとね。多分今思うと、多分絶対そうなんですけど、ヒデさんのポケットマネーでうちらツアーしてるんですよ。Ladies and gentlemen, Zeppet Store. ゼペットが自分が見つけてきたバンドがこうやってアメリカの皆さんに受けてるっていうのを多分すごく誇らしい気持ちで見てくれてたと思うんですけど、ほら見たことかみたいな。
アメリカ人に対してほら見たことか日本人ってすげえだろっていうのをこうアピールしたかったのかわかんないんですが、そういう気持ちがなんか強かったみたいで、そういう話をずっとしてましたね。ヒデさんがまあ急にちょっとこう弾け出しちゃって、ボンネットから天井までババババーっつって行くぞみたいな感じになっちゃって、うわーって走り出しちゃって「でよ木村」っつって「俺よ鳥目だからよほとんど見えねえんだよ」。この時にヒデさんがポロッとこう「失うもんなんかねえよな」って言って、でせいちゃんも酔っ払ってるから「イエーイ!」なんて言っちゃって、キーって止まって、そこに後ろからスタッフの車がグイーン。ヒデさんの事務所関係じゃなく、その寿司屋の大将がバーッと降りてきて「おいヒデ何やってんだお前」あすいません」なんつってバーッと降りてきて、そのままおとなしく帰って、でその帰り道の途中にゼペットがかかったんですよ、ラジオで。かっこいいじゃん。あ、ヒデさん走っちゃった。あ、ヒデさん来た。鍵。ヒデさんがバーッと走ってきて、で俺たちが乗ってた車に入り込んできて、めっちゃくちゃ上がってるな。よし、これだよ。よし、これだよ。行こう。よし。どうやって運転するよ。いや、危ない。それで死のう。いや、ダメ。ダメすぎじゃん。当たってライブなっつうの。ライブなっつうの。ちょっとね、どっちかというとヒデさんがちょっとそこでなんか感極まって、もう一緒になんか感動して涙してくれるなんて、そこ